2016年の夏、大阪の会社サラヤは東アフリカ、ウガンダの地を訪れていました。今回で5度目の訪問です。一体何のために？ When I first met you, I felt a warm feeling in your little hands. You came running up きっと誰もが一度は使ったことがある緑色の石鹸液、シャボネット。戦後間もない日本で赤痢などの伝染病が流行する中、サラヤは日本で初めて薬用手洗い石鹸液を開発しました。そんなサラヤは2010年、新たなチャレンジへと動き出したのです。それが100万人の手洗いプロジェクト。世界に正しい手洗いを普及する社会貢献活動です。現在5歳未満で命を落とす子どもたちは1日約1万6,000人。その原因となる主な病気は正しい手洗いで予防できると言われています。日本の衛生環境に貢献してきたノウハウを世界へ、そう考えたサラヤはユニセフの元へと向かいました。やっぱり大事なポイント、例えば食べる前とかトイレの後、子供にご飯をあげる前、それから子供のその下の世話をした後、その後に必ず石鹸で手を洗うことによって、例えば下痢性疾患であれば、3割くらいとか下げられるっていうことが、分かっているので。プロジェクトの仕組みは誰もが参加しやすいものに。対象となるサラヤの衛生商品を買うと、その売上の 1% がユニセフに寄付され、現地ウガンダでの手洗い促進活動の資金源となります。ウガンダにはまだ水道が引かれていない地域も少なくありません。そこでティッピータップと呼ばれる手作りの手洗い設備を現地の人たちと一緒に設置していきます。ただし設備だけを整えても状況は変わりません。大切なのはウガンダの人たちが自分から手を洗おうと思い行動に移すこと。その姿をこの目で確かめるため、サラヤスタッフは現地に通い続けます。病院とかでアルコール消毒剤を入れるっていうのも一つの衛生への貢献なんですけど、それとは別にティピータップとかそういう関わり方で確かななんでしょう、成果が得られてるなっていうのはすごくサラヤの社員として嬉しく思いました。それくらい人の普段の行動を変えることっていうのはとても難しいことなので、でもそこをやはり粘り強く活動を続けていく、時間かかっても根気強くその働きかけを続けていくっていうことによって、やっぱりその確かな変化というものが現れていくと思いますので。子どもたちが歌うこの歌詞にある Change Behavior。この言葉には自分たちが変わることで世界が変わるはず。そんな強い思いが込められているのです。さて、寄付という形でこのプロジェクトを進めるサラヤですが、もう一つのチャレンジを進めています。それが病院で手の消毒 100% プロジェクト。世界の衛生環境改善をゴールに見据えた BOP ビジネスです。BOP、つまり後発開発途上国でのビジネスにはさまざまなリスクとチャンスをはらんでいます。爆発的に増加し続ける人口を対象にすることで、一歩間違えば大きな環境破壊を引き起こすリスクも。一方でそのゴールを社会課題の解決に向けるとどうでしょう。人々の行動を変えることで世界の流れをいい方向に変える大きなチャンスとも言えるのです。そこでサラヤが始めた BOP ビジネスが、ウガンダをはじめとする東アフリカ地域へのアルコール消毒剤の普及。その第一歩として、ウガンダの首都カンパラに現地法人サラヤイーストアフリカを設立しました。この会社の目的は、ウガンダ産のアルコール消毒剤を病院に完備させ、院内感染を予防すること。実は途上国の病院ではこの院内感染が深刻な問題となっていたのです。
院内感染って結構世界中では大きな問題で、我々のそういう衛生ビジネスっていうのは世界中のどこでも必要な仕事だと。アフリカに来ること自体っていうのも別に特別なことではなくて、世界中で必要なことなんで、ゆくゆくは世界中で仕事をしていかないといけない。市場の立ち上げを我々が少しでも前倒しすることによって助けられる命っていうのがものすごい数あるっていう。2012年から2年間 JICA の助成金を受けることになったサラヤは、アルコール手指消毒剤の有効性について調査を開始。結果 WHO からも大きく評価される実績となり、現地での導入がスタート。さらに2014年からは医療器具の洗浄・消毒に関する実証実験も始まりました。Setting up here. I go there and switch off the machine, then we start it again, and the whole process becomes complete. ちゃんと使ってくれてよ、いいよ言ってくれるので、それ嬉しいですよね、メーカーとしては。Before the sanitizer is introduced this hospital, what was the biggest problem in this hospital? Maternity and surgical wards are very busy wards. Yeah. You leave the instruments are supposed to be in the jig for 10 minutes, but you could stay long because of other busy schedules. schedules. Yeah. So they end up rusting, and when they end up rusting, they break. But with this machine, no breaking. Easy to use? It's very easy to use. Every day. As long as you know how to press the start buttons and whatever the whole. I'm advocating for all wards, but at least the wards which handle a lot of blood, like gynae wards, they need one. 本当にキーパーソンが育つっていうところも大切なんですけれども、運よくですね、ここの神社病院では6台を導入できてですね、でその中でもすごく活用してくださるシスターモリーという医療従事者さんが出てきましたので、やはり彼女をキーパーソンにしてですね、メンテナンスであったりとか使い方のフォローっていうのを進めていただいております。現場の声は上々。しかしそこにはまだたくさんの課題が。たとえ消毒剤の有効性が理解されても、その知識や使い方が引き継がれないと普及は止まってしまいます。ウガンダの医療従事者がですね、定期的に入れ替わってしまう現状がある中で、新しい医療従事者にですね、またトレーニングが必要だったりとか、引き継ぎがうまくされていなかったりとかで、やっぱ使い方がわからない医療従事者というのが増えてきてます。やはりそういったところのケア、ソフト面でのケアっていうのがすごく大切なのかなという気がしています。社会課題の解決をゴールに見据えた BOP ビジネス。そこに取り組む企業の多くが、現地での教育や資金源の調達など、さまざまな課題に直面しています。それでも今、アフリカにおけるマーケットは急成長。2016年、初めてケニア・ナイロビにて開催されたアフリカ開発会議では、日本から77の企業及び団体が参加しました。サラヤは2度目の出展です。で最終的にはウガンダとかそうですけど、日本人がいなくなってウガンダ人だけで回す。やっぱりウガンダはウガンダ人の国なので、日本人がずっと関わっているよりかはウガンダ人で回していけるっていうのが一番の理想的な形だと思ってるんですよね。そういうところを見据えて動いていきたいなと思います。So far, the experience has been good. There's been good reception from the clients around Kenya. That is from both the hospital sector and also the domestic sector, meaning the homes and the people who actually form the mass market. We are actually looking forward to expand the business in Kenya so that we go outside Nairobi and focus also in other sections that we can actually get
business. ですね、いよいよサライーストアフリカも第2フェーズに入ったなっていうのがはっきりとしたと思ってます。で、今までは0から1の段階だったんですが、ここから本当にまさにビジネスで社会課題が解決できるかっていう正念場なので、これも日本からのサポートをしないと、やはりビジネスなので利益を上げないと継続できませんから、利益が上がるところまで引き上げる、最大の正念場を迎えているというふうに思っています。世界一の手洗い企業になるために、私たちはいよいよ正念場を迎えます。自分たちの商品で世界とどう関わっていけるのか、企業活動を通じて社会課題を解決し続けていきたい。それを決してきれい事で終わらせず、持続可能なソーシャルビジネスとして実現したい。まるでさらさらと流れる清流のように清く正しい道へ。サラヤの挑戦はまだ始まったばかりです。